皆さんこんにちは。土地探しからの家づくり専門店八谷です。今回は愛知県にあるキューブ型が素敵なお家をルームツアーさせていただきます。敷地面積は約62坪、延べ床面積は約33坪となっています。ではまず外観から見ていきましょう。正方形に見えるよう設計されたフォルムに正方形の窓が2つデザインされています。3つの正方形を組み合わせたキューブモチーフはシンプルでスタイリッシュな外観を演出しています。板張りがアクセントになっている玄関は北側に位置していて、外壁が塀のような役割を果たしているため目隠しを立てる必要がなく、外光費も抑えられています。玄関ポーチには淡いグレーの大きなタイルを使用しました。それでは中に入っていきます。玄関から洗面スペースまでは玄関ポーチと同じグレータイルを使用しています。床の統一感を出すために見切りをなくして同じタイルで揃えました。上がりがまちには段差がわかりやすいようにタイルの色を変えているので、黒いラインがアクセントになっています。土間部分にはたっぷりの玄関収納を確保し、靴以外にも小物や上着が収納できるようになっているので、外の汚れを室内に持ち込まず、脱いだ上着などが室内に散らかることもないので、お部屋をきれいに保つことができます。お施主様ご希望の見せる洗面を演出するため、扉はつけずに玄関から洗面が見えるようになっています。背面にはコーディネーターが提案したマスタードカラーのタイルを採用していただきました。ミラー収納は確保しつつ、収納部分の出っ張りで圧迫感が出ないよう、ミラー収納部分を壁に埋め込んであります。洗面台下の収納は床から浮かせてつま先がつっかえないように工夫がされています。脱衣室は来客時に隠せるよう洗面と分けて扉も取り付けました。お風呂をゆったり楽しめるように脱衣室はあまり広く取らず、その分お風呂に空間を使えるようになっています。玄関から洗面まで続くタイルの床はここでは採用せずに掃除のしやすいクッションフロアを使用。利便性を考えた空間に仕上げました。ゆったりくつろげる広めのお風呂は一面のみ木目調のアクセントパネルを使用し、ナチュラルな雰囲気を演出しています。主寝室は洗面室からしか入れないようになっているためプライベート感がたっぷり。さらに入り口すぐはクローゼットになっているため、脱衣室で洗濯・部屋干しした洋服類をすぐに収納できる洗濯動線も確保されています。真四角の窓は外観の見え方も計算されて取り付けられています。ベッド脇の照明はよく使用されるブラケットではなく、長さのあるペンダントタイプを使用。シンプルでかっこよく寝室のアクセントになっています。
こちらはお手洗いになります。床には玄関から続くタイルと同じものを使用して、お家全体の統一感を大事にしつつ、淡いグレーの壁面とメリハリを出すために濃い色のものに変更しました。お施主様こだわりのブラックの手洗い機とシルバーのリモコンでモノトーンなかっこよさを演出しつつ、木目調のクロスでナチュラルさも取り入れられています。続いては LDK です。LDK の空間は開放感を一番重要視した設計になっています。玄関、ダイニングキッチン、リビングで天井高が3段階になっていて、玄関はあえて標準より少し低めに設計することで LDK がより広く見えるように工夫されています。キッチンは旦那様こだわりのキッチンハウスのキッチンと背面のグレータイルでとってもかっこいい空間になっています。天井にはシンプルな品合板を使用しています。天板には 12mm で木目調のものを使用し、ナチュラルさも演出しています。カップボードもキッチンと仕様を揃えました。流しの左側、カップボード側、ダイニング側の足元にコンセントも配置し、利便性も確保しています。カップボード横には冷蔵庫用の目隠し壁を設計しました。冷蔵庫の存在感がキッチンのかっこよさを邪魔しない工夫がされています。ダイニングスペースには道路側の外観と合わせた真四角の窓をここにも配置しました。吹き抜けで開放感あふれるリビングには大きな吐き出し窓と吹き抜けの高い位置にある窓からたっぷりの採光が確保されています。撮影時は12月で吐き出し窓を開けたままでしたが、室内は十分ポカポカでした。リビングには梁が1本出ています。この梁にはお施主様のご希望でダクトレールが取り付けられていて、お施主様ご自身で自由に照明を増やしたり減らしたりできるようになっています。階段はオーク修正材でナチュラルさを出したスケルトン階段になっています。それでは2階に上がっていきましょう。2階ホールは室内干しやフリースペースとして使える多目的スペースになっています。2階の扉は吹き抜けから見上げた時、綺麗に見えるようシンメトリーの配置に設計されています。2階の一番左のお部屋はシアタールームにできるようプロジェクター用の配線が確保されています。来客時にも子供部屋としても使用できます。真ん中の扉はたっぷり物がしまえる2階収納になっています。一番右のお部屋は6畳の子供部屋です。正面の窓は外観に関わるため床付けのユニークな配置になっています。女の子のお部屋なので物が増えることを想定してクローゼットは大きく設計しました。
以上で全てのお部屋のご案内が終了しました。今回ご紹介したのは、延べ床約33坪の愛知県にあるキューブ型のお家でした。今回の動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。